想できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力輸送船を作ってみようと思います。新たな回し車を使って実用的な動きをできるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは私が入って回せるタイプの大きな回し車を作っていきます。とにかく効率を良くしたいので、1センチの厚さの補修材の板をぐるっと一周隙間なくつけようとしましたが、思ったより時間がかかるのと、使用する板の量が多すぎて補修材が足りなくなりそうなので、極限まで細くした補修材の棒をぐるっと一周つけることにしました。一本ずつつけていると時間がかかりすぎるので、ある程度作ったものを設計図機能で複製することでまとめて貼り付けて時間を短縮しています。でもこのやり方だと一本ずつつけた時と比べてわずかにずれるのが難点です。よし、回し車ができました。だいたい補修材の棒を490本使っているので、超滑らかな円形になっているはずです。このまま乗ってますと高速で回転しますが、跳ねて上にぶつかってしまうので、手で持てるグリップと体がずれないようにする操縦席、上にぶつからないための屋根を追加して、このままの状態で乗ってみましょう。以前作った高速ボートと同じ構造ですが、同じ動きをしてくれるんでしょうか。地面を走ると、高速ボートと同じようにスムーズに動きますが、地面に接する部品が多すぎるのか、あまり速くありません。そして海に向かっていくと、あれ、水面を走ってくれません。どうやら大量の棒が水に浸かるので、抵抗が大きくなって回転数が落ちてしまい、水面を走ることはできないみたいです。でもその分、船の推進力には使えそうです。なので、部品を追加して、それなりに物を運べる輸送船にしていきましょう。まずはシンプルに長い草の塊を縦方向につけてみました。このまま海に運んでいって乗ってみると、なかなかの速さで海上を進んでくれました。重量もそこまで重くないので、左右の方向転換も軽くできます。そして後ろに進んで逆方向に回し車を回すことでブレーキをかけた後、後退することもできました。高速ボートではできなかった動きなので、なかなか便利です。でも、前後に動くと傾いてしまうのと、積載量も確保したいので、こんな感じで、5つの草の塊を前後にそれぞれ取り付けました。1つの塊にしないのは、横方向の抵抗を増やして、まっすぐ進みやすくするためです。さらに、ベアリングのタイヤも追加することで、地面でも動けるようにしてみました。早速固定を解除して、乗ってみましょう。自力で動いて進めます。そのまま海に突入すると、なかなかスムーズに進めています。水面を歩いているみたいですね。もちろん、走る方向を変えることで、ブレーキと交代も難なくこなせます。旋回も意外とクイックで扱いやすい乗り物です。やはり回し車に細い棒を大量に使って抵抗を極限まで上げたのが良かったみたいです。そして私の視点にして速度を測ってみると、風の影響を受けてかなり増減しますが、だいたい秒速 3.5 メートルくらいでした。水上を動く乗り物としては、いい感じの速度です。構造は
はこれで OK として、今度は荷物を乗せて動かしてみましょう。65.6 キロの古代の合金と 43.1 キロの石をくっつけて、合計 108.7 キロの荷物を積んだら、海に進んでいって乗ってみましょう。果たしてちゃんと進むことができるんでしょうか？問題なく進めています。あまり高速で回し車を回せず、上に跳ねることもないので、屋根は取り外しておきました。これだけ荷物を積んでいても、ブレーキはバッチリ効いて、交代できるのは素晴らしいところです。カメラを固定して、旋回性能を見てみても、くるっと U ターンして戻ってきて、スムーズに荷物を輸送できています。補修材は結構消費しますが、荷物を積んだ状態で、これだけ動ければ、なかなか実用的ですね。それから、荷物を積んだ時の速度を測ってみると、だいたい秒速 2.3 メートルでした。さすがに荷物を積んでいない時と比べると、遅くなっていますが、船としては十分な速度です。そのまま海岸まで行けば、地面を走って上昇できます。でも急な坂だと登りきれませんでした。ちなみに、荷物を積んでいない状態なら、それなりの速度で地面を走れますが、速度を測ってみると、歩くのと大体同じ、秒速5メートルくらいでした。それでは最後、もっと大量に荷物を積んで、遠くまで航海に出かけましょう。140キロのニトロセルロースと、18キロのロケットエンジンを6機、65.6 キロの古代の合金の塊、合計 313.6 キロの荷物を搭載したら、向こう岸まで運んでいきましょう。これだけ荷物を積んでいても、地面を走って動けますし、ちゃんと水の上を進んでくれています。もちろん、燃料も電気もいらない人力動力なので、燃料切れを気にせず、無限に進むことができます。そのまま長時間航海を続けて、よし、ようやく上陸できたので、ここで航海は終了としましょう。それでは、回し車をたくさん回して、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、人力輸送船さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、ま